前回出した動画、今までの HS156 の映像と比べてノイズが少なくて綺麗に撮れてた気がするのだ。そうだね。今回は曇天で無風だったのが良かったんだと思うよ。なんで曇りだと綺麗に撮れるのだ。 HS156 ってビットレートも低いし、綺麗に残すのは難しいんじゃなかったのだ。テロー HS155 HS156 映像比較でも話した通り、 HS156 はフル HD の 3Mbps だから正直カメラ性能は高くないんだよね。カメラにはダイナミックレンジっていう明暗の許容量があるんだけど、今回はその範囲内にうまく映像が収まったんだと思う。ダイナミックレンジって何なのだ。ざっくり言うと、カメラのセンサーが明るい場所と暗い場所を白飛び黒つぶれさせずに同時に記録できる光の幅のことだよ。要するにどれくらい明暗の差に耐えられるかってことなのだ。そうだね。トイドローンは安価な分カメラ性能も控えめだからね。これはテローや HS155 も同じ傾向なんだ。トイドローンのカメラの限界ってやつなのだ。その中でもテローはまだカメラ性能が少しだけ良い方なんだよね。実はこのダイナミックレンジって露出、明るさの基準を調整することで多少コントロールできるんだけど、 HS155、HS156 露出補正機能なし、調整不可。テロー露出補正機能あり、夕焼けや影の明るさを調整可能。この機能を使えば夕焼けや木陰など露出が合いにくい場面でも調整できるんだけど、今回はその必要がないフラットな環境で撮影できたのが良かったね。なるほどなのだ。今回は曇りだったから画面の中に明るすぎる場所も暗すぎる場所もなくて HS156 のダイナミックレンジ内に収まったから綺麗に撮れたのだ。そういうこと。以前撮影したミニドローンビデオ12を思い出してみてほしいんだけど、巡航の時は綺麗に撮れていたのに、逆光になると強い光と影の差が激しくてダイナミックレンジを超えちゃっていたんだよね。並べて比べると一目瞭然なのだ。巡航は全体に光が当たるけど、逆光は強烈な光と濃い影ができるからカメラにとって表現が難しい映像になるのだ。そう、その難しい明暗差を無理にカメラ内で処理しようとして明部や暗部のディテールが失われたりノイズが発生したりします。さらにトイドローンのレンズは逆光で発生するフレアやハレーションに耐えられるほど高品質ではありません。フレアやハレーションが起こると画面全体が白っぽくなったり変な光のリングが出たりするのだ。ここからは私の推測なんですが、ダイナミックレンジの限界とフレアなどの影響が重なることで、本来なら範囲内に収まっているはずの場所までディテールが損なわれているんだと思います。確かに岩肌の部分は範囲内のはずなのに、巡光と逆光でディテールの違いが明らかなのだ。映像のシャープさも全然違うよね。逆光の方は全体的にぼやけて見えるのだ。綺麗に撮影できた結果にもう一つの理由が無風だったこともあります。風がないとドローンが安定してカメラに不要なフレがなく、低ビットレート特有のブロックノイズが少なかったです。これも映像が綺麗に見えた大きな要因だね。今回手ブレ補正なしでもこのくらいの映像が撮影できていました。これなら手ブレ補正なしでも良いくらいなのだ。ドローンの操作もかなりゆっくり動かしてたなのだ。 HS156 はテローと違い操作の緩急を調整できないのでプロポの操作だけで調整する必要があります。テロー FPV のアプリみたいに操作入力に対する遅延をソフトウェアで補正できると綺麗な旋回ができるんだけどね。今までのことを考えるとトイドローンって高条件で撮影するのが本当に難しいドローンなのだ。いやいや、ずんだもんくん、その難しい環境や制限の中で工夫して綺麗なムービーを撮るからこそ面白いんじゃないかな。でも 100g 以上の撮影ドローンなら逆光でも綺麗に撮影できるんじゃないのだ。
まあね、でもそうなるとお財布のダイナミックレンジが限界を迎えるんだよ。最近オチがワンパターンなのだ。ご視聴ありがとうございました。動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いしますのだ。